ちは。今日は重大発表があります。寄稿します。前の家、もちろん多分みんなネットでいろいろ見ていただいていると思うんですけど、前の家は自分で購入してリフォームして、すごくこだわって、ずっと住もうと思ってたんですけど、やっぱり去年の年末からフリーになりまして、家での、仕事だったり、撮影が増えたのと、物がやっぱり趣味で集めちゃうので、いろいろ増えすぎてはいるので、もう後半多分分かってると思うんですけど、結構パンパンになっていますので、今回はもうちょっと広いところに引っ越します。今私はこれから引っ越してくる家にいます。フリーになってなかなかローンを組めないので、リフォームとかこだわって作るっていうより、いわゆる通常のものをどうやって自分色に染めていくかなっていうのを考えていくような空間を探してました。今回少し、いじっても大丈夫な物件を見つかってここに決まりました。後でいろいろ紹介しますけど、パッと見自分っぽいかどうかっていうとあまり自分っぽくないかなと思っているので、ところどころでちょっと DIY 程度で自分らしさを出していきます。それではちょっと部屋を見てみましょう。まずはこちら玄関になります。実は、鍵も1週間前からもらっていて、DIY も兼ねてちょっと入居する前にはいろいろいじろうと思ってわざと時間を取っているんですけど、これから使いたい荷物とか、追加する家具もどんどん届いてます。こちら廊下ですね。いわゆる日本最近のマンションよくある作りで、玄関から入って長い廊下で、水回りだったり寝室をつなげて、一番奥はリビングダイニングするっていうような、オーソドックスなレイアウトになっています。入ってすぐリビングダイニングとキッチンになります。こちらはダイニングとキッチン側です。トータルでキッチンを含めて15畳ぐらいの広さになります。カーテンもともとついてるものなので、このままでもいいけど、ちょっと他にいじれるかなと思って考えていこうと思います。2面窓あって結構明るいリビングダイニングになります。ここも結構気に入りポイントです。リビングのカーテン上げたら目の前に大きなビワの木があって、これで結構気に入ってます。ちょうど今実をなっていて可愛いですね。これから寝室と水回り行きます。一番最初トイレです。やっぱり木をふんだんに使っているデザインですね。ちょっとリゾートっぽいというか、日本の旅館っぽい感じに仕上がってます。もう前何回か来てるので、いろいろティッシュペーパーだったりコップだったり置いています。洗面所とバスルームです。こちらも結構木をたくさん使っていて、ナチュラル系のデザインのコンセプトだと思いますね。ちょっと広めのバスルームです。窓がついてるのが嬉しいですね。ちょっと広めの洗面台です。両側に収納があって、水槽も結構広いので使いやすい感じで楽しみです。窓2つある寝室です。ちょっとちっちゃめです。形もちょっと変わるので、これからどう工夫して使っていこうかなっていうのを考えないといけないです。マットレスもすでに届いて、とりあえずこっちに置いている感じです。一通りお見せした感じなんですけど、全体的な印象はやっぱり木を推してる感じかなと思っています。あまり自分っぽくないかなと思いますし、
何か、木別に悪いと思ったことないんですけど、何かちょっと違和感あるというか、物足りなさが感じているのを、じっくり考えたら、ここ木たくさん使ってはいるんですけど、全部同じような質感の木になっていると感じました。なので、すごくおしゃれ風にはなっているんですけど、多少単調感が出てきます。なので、これからちょっと素材感を、木以外の素材感を、ちょっとプラスして、全体的にもうちょっと面白みのある空間にしていきたいと思います。例えば、ここの、キッチンのカウンターをちょっと白くしたりとか、タイルのシートで、前の家もやってたんですけど、タイルのシートでキッチンとか、洗面所とか、トイレをちょっとアクセントをつけていこうかなと思っています。素材感を増やすんですけど、じゃあ、色とかめちゃくちゃ増やすっていうより、壁と同じ色の白を増やしていって、素材だけ変えるっていうのを、やっていこうかなと思っているので、なので、素材感すごく増えるかもしれないんですけど、ごちゃごちゃ感はそんなに、強くないような、雰囲気を作っていこうと思っています。なので、また入居まで2週間ぐらいあるので、これからちょっといろいろ材料を取り寄せして DIY をしていこうと思います。
けでやっとリビングの DIY がほぼ完了したと思います。主にやったことは、一番奥の壁をもともとグレーだったんですけど、白い壁紙を貼って、あと天井にあった飾り的な梁を白くしました。自分がプロじゃないので、ちょっと壁紙を貼るときはデコボコできたりとかっていうのをありまして、あえて手作り感があってもいいかなと思ってパテでちょっとごまかしました。もともとちょっと要素が多いかなと思って、せっかく広い空間だったからちょっともったいないなと思って、で白くしてちょっと空間のつながりを作ってみました。結構いい感じかなと思います。カウンターも白くしようかなと思ったんですけど、意外とこの床と同じ板で作られているので、一貫性があって悪くないなと思ってこのままにします。これから洗面台を DIY します。やっぱり木がたくさん使われていて、旅館っぽくて上品な感じがいいんですけど、ちょっと自分っぽくないのでタイルシートちょっと貼ってみようかなと思います。はい、洗面台の DIY がある程度終わりました。タイルのシートを貼ってみました。いい感じですね。細かいところをバッテでまた補修したり、テープで隠したりはしてたんですけど、パッと見は綺麗なタイル張りになっていますので、木の質感を減らしたことによってちょっと清潔感が増したなと思います。新しい家のルームツアーをしようかなと思います。僕の部屋はこういうような感じになっていますので、もし、気に入っていただければ、ぜひいいねボタンとコメントとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でバイバイ。